はじめまして、ログ3と申します。僕はですね、現在工学部3年の大学生なんですけれども、今回イギリスのシェフィルド大学というところに1年間全学交換留学するということで、そのついでにですね、世界旅行をして Vlog 形式で皆さんにその国の文化や食事、そして景色とかをね、お届けできればと思ってこのチャンネルを開設しました。記念すべき1本目の動画はですね、僕らが住む日本の反対側、アルゼンチンまでのとてつもなく長いフライトをお届けしたいと思います。ちょっと今日の寝床はここで決定にしますかね。はい、ということで無事にですね、迎えに来てくれた家族とかね、友達と別れをつけて、成田空港に入ってきました。これからね、あともう1時間半ぐらいかな、後に、香港行きの飛行機に乗ります。いやもう日本もこれで1年間帰ってこないからな。すごいもう今のうちに目に焼き付けとこうって感じですね。いやなんか全てが普通ですけどね。中国の観光客多いんですかね。めちゃくちゃいるな。はい、ということで無事に香港の空港に着いたんですけれども、現時刻は1時10分かなというところで、だいぶ深夜。僕飛行機の中で寝ようとしたんですけど、失敗してちょっと今眠気がすごいんで、寝る場所をちょっと探したいなと思ってたんですけど、これ使えるんじゃないですか。あ、これいいっすね。そこに寝てる人もいるし、悪くないっすね。ちょっと今日の寝床はここで決定にしますかね。はい、というところでちょっと小腹が空いたんでね、セブンが確か空いてたんでそこ行きたいと思います。やばい、そうだ、何円か元を持ってないから、香港って元なのかな、わからないですけど、全然値段感覚がわからん。これ何円ですか？資源がちょっと何円かをまだ見てないので全然わかんない。ちょっと一回調べてから戻るか。はい、ということで僕知らなかったんですけど、香港はまた別に香港ドルっていうものがあるらしくて、どうやら1香港ドル 18.8 円ということなので、ちょっと元とは違うんですね。ちょっともう一回セブンに行ってみようか。ちょっとまあ気になるのは水とかの値段ですけど、ここら辺があった。これが13円ってことは18かける大体250円、300円弱ぐらいって感じですかね。そんなないか、250円ぐらいですね。結構いい値段しますね。空港だからっていうのもあるんでしょうけど。はい、ということでね、次の乗り継ぎまでまだあと7時間もあって、出発が9時なので、ちょっと本当に一回ここで仮眠を取ろうと思います。なんかね、椅子の下にコンセントもついてたんで、充電しながらちょっと寝ようかなと思います。眠いな。あと荷物取らないといいな。それでは皆さんおやすみなさい。
はい、ということでめちゃくちゃお腹減ったんで朝食を、買ってしまいました。こっちがスープかな、なんとかなんとかスープというのと、パンと卵とコーヒーって感じでね、ザ、朝食みたいな感じなんですけども、ちょっと、食べていきたいと思います。ということでいただきます。ここはなんかニョッキみたいなのが入ってるって感じかな。普通にうまい。飛行機とか空港の中って意外と寒かったりするんで、めちゃくちゃ温まりますね。これは普通にうまいわ。てかほぼ食べ終わってから気づいたんですけど、意外とこれで1100円とかってことはまあまあ高いなっていう印象を受けますね。はい、ということで無事に、朝食もね食べ終わってお腹も満たされたんで、あとはトイレ行って、水買って、これから16時間という長い、フライトを、経験してこようかなと思います。それじゃあまたニューヨークで。はい、ということで無事に空港から出ることができまして、今からですねこのエアトレインというものに乗って本当に短い時間なんですけどマンハッタンに、行こうと思います。ご存知の方も多いと思うんですけども、アメリカに関してはトランジットでもビザが必要ということで、僕は知らなかったんですけどね、1ヶ月前ぐらいに気づいて申請はしたんですけれども、日本人であれば電子の、エスタというものでね証明ができるので、皆さんそれは忘れないようにという感じですね。とりあえずエアトレインの方に向かって、有名なねタイムズスクエアとか見たいなと思います。はい、ということであいにくちょっと雨が降ってきたんですけど、皆さんこれですよ、これがニューヨークですよ。僕が今までねニュースとかで見てきたのってこういう街、うわー、ちょっと俺自分の目で見れるっていうのは結構感動というか、うわすげえな、これいいっすね。ちょっと雨が強くなってきたの。とりあえずタイムズスクエアどっちなのか分かんないですけど、気の向くままにちょっと歩きたいと思います。これがニューヨークって感じですよ。すげえかっけえな、めっちゃかっこいいっすね。うわこのスーツな、もうあれ映画でしか見たことないですよ、あのスーツ。この横断歩道から見えるこのビルの中っていうか通りの景色、これがもうニューヨークって感じですよね、本当に。いやー、やっぱりこの目で見ると全然違うな。Well, you live? Yeah, live. Oh yeah, brother, show them. Yeah, brother. Welcome to New York, baby. Yeah, TikTok? Yeah, TikTok. Yeah, no. Oh, really? We upload YouTube. Wow. Yeah, But right now you are live on yeah. TikTok? Yeah. How many people? Yeah, how many people? Oh no, no, it's not live. It's not live. Yeah. You're just recording. Yeah, you can record it. Yeah, where you from? Japan. Japan. Yeah. Oh shit. Sorry about that, man. Yeah. It's okay. So you are the local people. Yeah, I'm from here. I'm from Brooklyn, New York. Sunset Park. はい、という感じでね、普通にとっつったら話しかけられて、いろいろちょっと話してたんですけど、アルゼンチンに行くって言ったらね、気をつけとけよっていう風に言われましたね。あとチャイニーズに間違えたことをごめんって謝ってました。やっぱチャイニーズと日本人って間違えられること多いから全然しょうがないと思いますけどね。ちょっと Mac を見つけたんで、ちょっと MacBook 指数見ていきますか。Skip. Continue. ビッグマックが 6.29 ドルってことは
大体1000円、なんか思ったよりそんな高くないかもしれないですね。もっとなんか2000円ぐらいするもんだと思ってたけど、セットになるとちょっと話を変わってくるから。11.6、大体まあ1500円ぐらいって感じなんですよね。しばらく歩いていてちょっと思った感想というかですね、今僕の中で思っていることが、何個かあるんですけど、その一つにですね、思ったよりこういう屋台のお店が多いってことにあるかなと思います。しかも屋台で売ってるものも全部ハンバーガーとか揚げ物、ポテト系だったりとかで、本当になんかすごい高カロリーなものばっかで、結構道歩く人はタバコとか吸ってたりって感じで、本当にこの人たち健康大丈夫かなと思って、これ本当にやっぱり肥満がね進んでる国としても知られてるアメリカとかメキシコですけど、こんなもんばっか食べてたらやっぱりね、さすがに太るかなっていう、しかも健康に悪い太り方っていうようになることは間違いないかなと思いますね。はい、ということで見上げるとこんな感じですね。でかいな、やっぱり上とかはこんな感じで、ここら辺はもう本当にスクリーンとかない、どちらかというと、ちょっと古っぽいというか、古っぽいわけではないですけど、なんか由緒あるというか歴史ある感じがする建物が多いですね。はい、ということで大体ねマンハッタンは結構奥まで来たんですけど、自由の女神にね行こうと思ってたんですけど、僕の高校の後輩がですね、今ニューヨークが家族に住んでるか、なんかで、ニューヨークに帰ってきてるということなので、ちょっとねそのお家にお邪魔しようかなと思います。はい、ということでですね、さっきこのお店、後輩がねおすすめしてくれたこのお店でコーヒーラテを買ったんですけど、これで皆さんいくらだと思いますか？これがなんと7ドルということでですね、日本円に換算するともう1000円を超えてしまうということで、非常に物価はやっぱ高いなっていう印象は受けますね。ビッグマックは安いって言ってたけど、なんかやっぱりチップの文化っていうのを僕は見落としていて、チップを払うとねその分倍とかは嘘ですけど増えてしまうので、マックもねだいたい2倍ぐらいだったと思うんですけども、チップとかを含めちゃうと 2.5 倍とか時に3倍にもなるってことで、割と結構高いなっていう印象はやっぱり受けますね。でまた後輩から聞いた話なんですけども、このマンハッタンという場所はですね、縦と横の道が数字で決まっているみたいで、それも縦の3番と横の41番みたいな感じで、基本的にその2つの数字が分かれば、場所が分かるということで、ちょっと数学とかに詳しい人ならマンハッタン距離っていう言葉を聞いたことがあるかもしれませんけど、それはまさにここが由来となっているという感じらしいです。特にね、3番から1番までとか、そうやって歩く時っていうのはもう大体の分数が分かっているので、それでもうここからここまでは何分ぐらいかかりそうだなっていう感じで見当をつけて、みんな移動するとのことで、非常に効率的なね街だなっていう風に感じましたね。はい、無事にジョン・ F ・ケネディ空港に戻ってきたんですけれども、これからですねもう30分後ぐらいには、出発ということで、ついに、地球の裏側、ブエノスアイレスへ向かいたいと思います。ニューヨークの感想としてはね、本当に新しいビルとかね最新のビルが集まってるのかと思ったら、意外とね、古い奥ゆかしい建物があるっていうのが結構僕の中では衝撃的というか知らなかったことでしたね。ということでですね、僕はこれからの飛行機12時間あるので、そこで爆睡を決めてですねアルゼンチンの方に向かいたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。アディオス。